Baby it's you 無限へと散らばれ始まりの合図に消え生かして 세계 널 무너뜨리고 소리치면 돼 내게 no more drama Got me started in my house in my Valencia 見つけたよ心が Yes like my home my home Inter FM 897 Utah at home みんなおかえりインターフェム897 NCT127 ユータのユータアットホーム毎週金曜日の夜11時僕 NCT127 のユータが DJ を担当しています。はい、最近のね僕ですが最近のね TMI はすごい結構たくさんありますよ。アベンジャーズシリーズもう毎回言ってるんですけどアベンジャーシリーズ、ついに、アベンジャーズインフィニティウォーかなインフィニティウォーまでね見ました。はい、インフィニティウォーまで見たんですけどアベンジャーズシリーズもうアイアンマンからずっとこう見てきてるんですけどやっぱりね回が進むにつれてこの主人公だったりキャラクターに情が湧きすぎちゃってやっぱその回が進むにつれてこうちょっとシリアスになってくるんですよね。でなってきてキャラクターとかがこう倒れちゃうんですけどそこでやっぱグッときてやっぱちょっとね泣いちゃいましたね。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかの映画ではちょっとねすごいこう込み上げるものがあって泣いちゃったり映画で結構最近は楽しく過ごしてますね。皆さんはどうですか？あとね最近はネイルをね初めてしました。ジャニーと一緒にネイルをしに行ったんですけどネイルする気持ちってこういうことかいやハマっちゃうなって結構思いましたね。ネイルって基本女性の方がするもんなのかなって思ってたんですけど今回初めてこうネイルを受けていやこれは男の人男性の方もぜひやってほしいなと思いながらやりましたね。でデザインとかは一応自分で考えたものも1個あってでジャニーに2つやってもらってでプロの方に2つやってもらったんですけどやっぱりね全然違いますね。プロの方はすごい上手ですね。これからもネイルはいろいろやっていこうかなということで皆さんもなんかおすすめのね、自宅でのおすすめの過ごし方があれば、僕ゆうたにどんどん皆さんの声を届けてください。番組ハッシュタグはゆうた897ゆうた897メールはゆうた897@interfm.jp ゆうた897@interfm.jp です。その他に僕ら NCT127 の曲はもちろんその他皆さんにね僕が今届けたい曲を皆さんに紹介していこうかなと思います。それではまず1曲目をお届けします。 NCTU ボルケイノ。Inter FM 897 Utah at home インター FM897 からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCTU でボルケイノでした。まずは先々週に出題したユータクイズの正解発表からいこうと思います。僕ユータを知ってもらいつつねマニアックなユータ知識を身につけてユータ博士になってもらおうという企画なんですけど、第4回目の出題は僕はとある映画シリーズにハマっています。さっきも言いましたね。はい。そのシリーズの中で特に好きなキャラクターは何でしょうかという、問題でした。前回のね、正解者は0だったんですけどそこからね打って変わって今回は正解者の方がすごい多かったそうですね。もうみんな正解は知ってると思うんですけどスパイダーマンでした。はい、スパイダーマンですね。アベンジャーズシリーズキャラクターない全員好きなんですけど特にスパイダーマンと、もっと言えばブラックパンサーが好きですね。スパイダーマンとブラックパンサーってちょっとなんか似てると思いませんか？全然似てないんですけどなんでスパイダーマン俺がかっこいいかと思うとスーツですね。やっぱりスーツとか動き、がすごいかっこよくてその映画とかでも
こう CG が使われるわけですよね。こう雲の糸でこうバーンってビルを飛び回ったりするところとか、ブラックパンサーで言えばこう街から街をこう爪でね駆け回っていくみたいなその場面があるんですけど、その時のスーツの感じとかそのスピード感とかが好きで、めちゃくちゃかっこいいなって思いますね。はい、ということで、見事に正解された方の中からここで、一部の方なんですけどお名前を発表していきたいと思います。じゃあいきます。クイズ正解者、ルーさん、いっちゃんさん、福岡の豆さん、すももさん、浜の番長ちいさん、ジョウチョさん、はちみつチェリーさんですね、リオさん、おもちさん、あえむさん、のり127さん、カホコンドリアさん、ベネさん、ソニョンさん、レナさん、ロロさん、ササさんリンカさん、セナさん、ワカナさんということでした。おめでとうございます。パチ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 ということで、その他の正解者の方々すごい、たくさんいたんですけど、すいません、時間の都合でこう紹介することはできなかったんですけど、早いものでもうゆうたクイズも、5回目に突入しています。皆さんどうですか？僕ゆうたのことをちょっとでもこのクイズで知れたなっていう方いますか？それでは、5問目いきたいと思います。5問目、どうしようかな。5問目は結構いろいろあるんですけど、じゃあ中学校の頃に僕ゆうたが、あることが原因でというか、あるものが多すぎて多すぎてっていうのかな、あるものが多すぎてあるあだ名をつけられていました。はい、このあだ名はね、もうね中学校3年間言われたかな。何かをしてもすぐ入ってくるんだよね。多分ね、これは俺のファンの方だったらわかるかもしれないね。なんかあれじゃん、あれゆうたくんもうこんなに何々しちゃったのみたいなのをよく言われるわけよ。で俺も母とか父からもお前もうそんなにしたのかみたいなのをよく言われてたわけよ。でお前ほんまにだやなーって言われてたのよ。でその中学校の時のあだ名とはということですね。これも意外に簡単かもしれないね。結構ヒント出したよ。ということで、正解は2週間後発表します。分かったという方は答えをメールかツイッターに書いてください。番組ハッシュタグはゆうた897、ゆうた897、メールはゆうた897@interfm.jp、ゆうた897@interfm.jp です。特にプレゼントはありませんが、もう毎回ですねこれね、何名かね僕がお名前を紹介させていただきます。それでは2曲お届けしようと思います。2曲ですね、NCT127 で Another World と Paradise。インターFM897 からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのは Another World と Paradise でした。はい、今週はボードゲームにチャレンジして、遊んでみたいと思います。その名もゆうたクエスト。ヒーロー大好きな僕が村を襲うドラゴンを退治すべく主人公になりきって冒険へと旅立ちます。今回は1から3までの数字が書かれたルーレットを回して出たマス目だけ進みます。マス目は全部で12個、それぞれのマスに試練が書かれていまして、全部クリアしてお城にたどり着ければ見事ゴールです。
どんな試練があるかと言いますと、じゃあ一緒に見ていきましょうか皆さん。僕もねこういうゲームするときは事前にね知ったら面白くないからあんまり見ないようにしてるの。12マスあるんですけども、また出たモノマネ何個ある。うわー、モノマネねゴールの手前に置いてる。性格悪ねえ、絶対飛ばないようにしたいわ。出た。あと4番のね早口言葉もあるわ。ということでねやっていきましょう。1から3だもんね。じゃあいきます。ルーレットだよ。ルーレットスタート。あ、1番が出ました。ババン。1番鎧をゲット。いいね。スパイダーマンみたいな鎧欲しいわ。腕立て伏せ10回で体力強化してください。まあこれは簡単ですよね。腕立て伏せはねもう100回でもしますよ。モノマネするぐらいだったら100回ぐらいしますよ僕。ということでいきます。1シュールだわ。みんなにもすごい見てもらいたい。一人やってんだよこれ。2あ3 4 5 6 7 8 9 10 OK。 じゃあ進んでいこうと思います。まだ1しか進んでないからね。いきます。ルーレットスタート。1じゃや。伝説の剣を見つけた。片手腕立て伏せができればもらえます。そういうこと？伝説の剣いいね。ソーのハンマー欲しいわ。片手腕立て伏せができればもらえるんだもんね。 OK いきます。うわもう一回いきます。15回したよ。15回。嘘はついてないよ。15回しました。ということで伝説の剣をもらえます。今伝説の剣と鎧を身につけた最強のユータが次に進んでいこうと思います。ということでルーレットスタート。2じゃ。また2だ。お、来た。これねやってみたかったんだよね。よっしゃ。道の看板に何やら呪文が書かれています。早口言葉で3回読んでいきます。ちょっと水飲みます。ちょっとゆっくり読んでみたいと思います。東京特許許可局長、今日急遽休暇許可拒否ですね。 OK。 ちょっと練習していい？東京特許許可局長、今日急遽休暇許可拒否。東京特許許可局長、今日急遽休暇許可OK いきます。無理だなこれ。東京特許許可局ちょっと待って。いきます。東京特許許可局長、今日急遽休暇許可拒否。東京特許許可局長、今日急遽許可許可拒否。むずっ。これ言える人おんのかな。ウィスパーボイスでいこう。東京特許許可局長、今日急遽休暇許可拒否。もう一回いきます。ちょっと待って。むずっ。東京特許許可局長、今日急遽休暇許可拒否。休暇許可拒否が難しいんだよね。東京特許許可局長、今日急遽休暇許可拒否。東京特許許可局長、今日急遽休暇。これ無理だな。これは無理です。ということで練習しときます。ちょっと練習しときます。これ練習しとくんで、その間に皆さんにはねここで1曲、お送りしようと思います。曲名はですね、東京特許許可局長、今日休暇許可
拒否です。というのは嘘で、すいません。ここでお送りするのは、玉置浩二さんのウィンターリーフという曲を紹介しようと思います。この曲はですね、玉置浩二さんの曲って僕すごい好きでよく聴くんですけど、何が今のアーティストさんとすごい違うんだろうって考えたんですけど、やっぱこの玉置浩二さんの曲を聴くとすごい、なんて言うんですかね、僕まだ25年しか生きてないんですけど、もう40歳ぐらい生きてすごいたくさんの経験をしたいい男になれる曲もあれば、すごい悲しい恋愛をしてきた男になれる時もあれば、なんかね、その映画を僕好きなんですけど、その一曲の中に映画を見たんじゃないかっていうぐらいこう感動したり落ち込んだり、例えばいい男になれたりっていうね、なんかそのストーリー性がすごい見えるんですよね。では僕いつも言ってるんですけど、歌詞とかもそうなんですけど、なんかストーリー性とかその歌詞の内容とかその曲、コードですよね。コードでこう悲しい曲とか、いろいろあるんですけど、その中でもこの最近聴いたこのウィンターリーフっていうのは、なんて言うんですかね、こう切なくて、なんか言葉で表現できない感情をこうグッと感じたんですよね。なのでここで、玉置浩二さんのウィンターリーフという曲をね、皆さんに、紹介したいと思います。それでは玉置浩二でウィンターリーフ。今でも僕を慰める Inter FM 897 Utah at Home。 インター FM897 からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム。 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは玉置浩二でウィンターリーフでした。今週はユータクエストに挑戦中。番組スタッフさんが、作成してくれたボードゲームを、僕ユータがやっております。マス目に試練がね、いろいろ書いてありまして、お城にたどり着ければゴールです。それでは、3回目行ってみようと思います。じゃあルーレットスタート。また2じゃ。1、2、妖精が現れたらいいよ。1日だけメンバーの誰かと体を入れ替えてくれるそう。誰と変わって何をするということでですね、どうしようかな。メンバーでしょ、23人いるからね。 NCT は NCT23 人いるから、一人一人すごい魅力的だからね、悩みますね。あんま入れ替わりたくないんだけどね俺は俺が好きなんで。でも唯一入れ替わるとするならばですよね。どうしようかな。この前まではさ、こういう質問もらったらジャニーって言ってたんだよね。ジャニー、キー、身長がさ高いからさ、ジャニーと歩いてる時、この話したっけ？ジャニーとこう街中歩いてる時だけ、このちょっとさ肩が広がるというかさ、こう歩き方が堂々となるんだよね。ほらアベンジャーズがさよく登場する時にこうめっちゃかっこよく歩いてくるじゃん。あんな感じで街中歩けんの、ジャニーと一緒にいれば。ちょっとなんていうの、装備した感じ。そう、俺らジャニーついてるぜみたいな、そんな感じがあって、それがね好きで、俺もジャニーと変わってみたいなって思ってた時期があったんですけど、今はね、ジャニーももちろんいいんですけど、ルーカスと変わってみたいね。ルーカスはもうめちゃくちゃ容姿もそうなんだけど、とにかく明るいですね。とにかく明るくて、ルーカスといれば、ルーカスがいる現場はほぼ暗くならないんですよ。そうで、暗くならないし、あとね、ルーカスすごい体いいんですよ。皆さん腹筋バッキバキで、そうで、もう顔もいいでしょ、で身長も高いでしょ、で腹筋もバキバキでしょ、で性格めちゃくちゃ明るいでしょってなったらもう最強じゃん。だからルーカスと1日だけ変わって、ハッピーバイラスをね、みんなにばらまきたいと思います。はい。ということで次行ってみたいと思います。ルーレットスタート。これ面白いね。
123-9。橋が壊れて川が渡れない。一マス戻る。おいおいおい、8かってことは。おや、可愛い動物がいます。赤ちゃん言葉で自己紹介してください。わあ、俺さ、こういうのしたことないんだよね。韓国でもさ、三男者って一応呼ばれてるわけよ。ちょっと自分の口で言うのは恥ずかしいんですけど、男の中の男って言われてるわけですよ。まあ自分ではそう思ってないんですけど、赤ちゃん言葉化したことないな。どうしよう。動物に紹介するってことだもんね。ああ、嫌だな。OK、いきます。ゆた頑張れ。こんにちは、ゆうたです。ちょっと待って。こんにちは。こんにちは。ゆうたです。NCT127 って、ちょっと待って、これ、やばいな。変態にしか聞こえないな。ちょっと待って、もう一回行こう。どうやってやったらいいんだろうね。赤ちゃん言葉ってやったことないもん。ゆうたです。これ違うでしょ、絶対。やばい、みんな今見えてないけど、俺めっちゃ顔赤くなってるから。スタッフさんなんでこんなの入れんのよ。こんにちは、ゆうたです。NCT127 で、グループで活動しています。かわいいね。よろしく。もうやめよう。もうこんなん誰が面白いのこれ。やめよう。これ赤ちゃん言葉も練習しときます。練習はしやんけど、もう OK、次行こう。ルーレットスタート。2じゃ。10、8だったから1、2。ドラゴン登場。とっておきの自慢話で威嚇してください。とっておきの自慢話で威嚇してください。自慢話か。めっちゃあるよ、自慢話。めっちゃ足速いぞ、俺ドラゴンでしょ。めっちゃ足速いよ。ついてこれる？言っとくけどね、俺のパンチはね、一発で木をなぎ倒せるほど強いんだぜ。お前の火なんて当たらないよ。すいません、もう次行こう。もう何これ、八百長やん。ルーレットスタート。2じゃ。きった。お城の門が開かないボンバーをモノマネで呼んでください。モノマネか。どうしよう。あれ、さっきなんか俺思い浮かんだらあったんだけどな。モノマネか。すごいな、ここ。仕組んでるようになんかすごいの出てくるもんね。モノマネか。どうしよう。いきます。千鳥のノブさんいきます。はよ、あけ。ロボットが門番しとんか。ゴールで大丈夫でしょうか。ゴールしました。なんとか。1、2。伝説の剣を見つけ、鎧をゲットして最強になったはずのユータが4番で出花をくじかれ、赤ちゃん言葉をし、モノマネをさせられ、そしてゴールという結末になりました。皆さん、結局ね、鎧とか伝説の剣なんて持ってても意味ねえじゃんって思いましたね。まあでも楽しかったですね。これね、面白かったですね。こういうのするとさ、やっぱ一人でさやってても、なんていうの、みんなと会話しながらやってるような感覚に陥っちゃったりもするので、こういうのね、どんどんやっていきたいなと思います。はい。でもね、モノマネがちょっと多かったな今回。でも面白かったので、これはね、ユータクエストはこれからもどんどんやっていきたいなと思います。ということで次ですね。それではここで僕ら NCT のナンバーをお届けしようと思います。 NCT U で Yesterday。 Yuta at home。 インターFM897からお送りしている NCT127
ゆうたのゆうたアットホーム。お送りしたのは NCT U で Yesterday でした。じゃあ次のコーナーに行きたいと思います。ゆうたーズパワープレイということで、毎週テーマに沿った僕のオリジナルチャートトップ3を発表するコーナーなんですけど、今週のテーマは、僕が大好きな、バンドですね。バンドの中から、アシッドブラックチェリーさんのね曲をね3つみんなに紹介しようと思います。バンドね僕すごい好きで、ビジュアルバンドとかもめっちゃ好きで、その好きなバンドの中でも、アシッドブラックチェリーさんの曲はめっちゃ昔からよく聴いてて、その曲をですね3曲みんなに紹介しようと思います。ナンバー3はプロローグエンドという曲ですね。この曲もすごい歌詞に込められた内容だったり、あとね単純に曲がいい、曲がいい曲で、歌の練習する時とかにもよく歌ってましたね昔は。この曲は歌詞がいいのももちろんなんですけど、コードですね、コードの曲調がすごい自分が好きな曲調でよく聴いてました。はい、みんなも聴いてみてください。ナンバー2はですね、マリアという曲ですね。マリアもすごいいい曲ですね。マリアは個人的にはアコースティックバージョン、ライブで披露してるアコースティックバージョンが好きなんですけど、マリアっていう曲も、歌詞の中で一番好きなのが、マリア僕は間違ってたのかい、でも人はいつも嘘をつくっていうところがすごい好きですね。マリアも転調がすごいんです。初めはこうスローな感じでいって、そこからの転調でバーンっていくところがあるんですけど、そこにも注目しながらマリア聴いてほしいなと思います。そしてですね、ナンバー1はイエスという曲ですね。イエスはもうめちゃくちゃ好きですね。イエスは2012年に出たアルバムかな、アルバムの多分リード曲だったと思うんですけど、イエスはもうカラオケ行くたんびに歌ってましたし、もう好きすぎてイエスをカバーする人の動画とかも結構見てましたね。でも難しいんだよねこの曲。イエスさんすごい歌うまいからさ、アシッドブラックチェリーのファンのみんなあるあるだと思うんですけど、歌うのが難しすぎる。それぐらい作詞作曲の才能もあるし、ボーカリストとしてのね才能も溢れてる人なので、ぜひねみんなも、時間があったり興味がある方はアシッドブラックチェリーさんに一度聴いてみてください。ということでこの3曲の中から2曲を皆さんにお届けしようと思います。3曲すごいいい曲なので3曲ね全部聴いてほしいんですけど、ここではね2曲僕が一押しの曲を紹介したいと思います。アシッドブラックチェリー、イエス、そしてプロローグエンド。インターヘム897からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。お送りしたのはアシッドブラックチェリーでイエス、そしてプロローグエンドでした。メッセージもゆうたアットホームにたくさん届いているので、今日も皆さんのメッセージを紹介していこうと思います。ラジオネームもえさん、ゆうたくんこんばんは。ラジオ毎週楽しみに聞いています。質問なのですが、ゆうたくんが今までの髪色の中で特に気に入っているのはどの色ですか？今後挑戦してみたい髪色があれば教えてくださいとメッセージをいただきました。髪色の中で気に入っている髪色ですよね。で、今後挑戦したい髪色、気に入っている髪色はですね、意外に青とか、この前やってた青とか、赤とかも好きですし、基本その髪色を変えるときは自分がやってみたい髪色をマネージャーさんとかそのスタイリストさんとかと相談して決めるので、
基本気に入ってない髪色はないですね。しかもこれはもう自慢話でも何でもなくて、何の髪色でも似合っちゃうんですよね。これはもうすいません、はい、何の髪色でも似合っちゃうんで、まあ強いて言うならば赤とか青とかも好きですし、金髪とかでも好きです。ただあれですよね、自分の顔がちょっと金髪とかにやっちゃったら、ちょっとねこのコアめというかチャラめになっちゃうって言って、コンセプトが合わない時はちょっと暗くしたりもするし、そこはコンセプトが何があるかによって変わっていきますよね。で、今後挑戦していきたい髪色は結構もう下からね、髪色か、髪色っていうより髪型は一回してみたいのはありますよ。本当めちゃくちゃ伸ばして髪を後ろで縛ってみたいっていうのはやってみたいですね。もう髪色は結構し尽くしちゃったんで、強いて言うならばシルバーとかかな。ちょっと派手系なやつをもうちょい挑戦してみたいなと思います。はい。それでは、今週のラストナンバーに行きたいと思います。時間過ぎるのすごい早いですね。みんなもこのラジオすごい楽しみですとか、1時間早すぎるの早いですみたいな結構たくさん言ってくれるんですけど、僕ゆうた自身もすごい楽しみですし、時間過ぎるのやってて早いなーってめちゃくちゃ思いますね。ということで今週のラストナンバーに行こうと思います。今週のラストナンバーは NCT127 でスイッチ。お送りしたのは NCT127 でスイッチでした。今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうか。どうでしたか皆さん。印象に残ってるのはもうゆうたクエストしかありません。もう一個あったんだけどね、俺何だったっけ、モノマネ。ちょっとモノマネしていいですかカイジのモノマネします。どうしてだよっていうのをやってみたかったんです。はい、すいませんちょっと違うな。いいやということで今週の、NCT127 アットホーム、皆さんどうでしたか。はい、僕もすごい楽しかったです、やってて。またこれからね、今日の課題はあれですね、早口言葉と赤ちゃん言葉とモノマネをもっと練習してこいという、多分ねスタッフさんからの熱いあれだったと思うんですよ。なのでこれから頑張っていきたいと思います。ということで皆さんの声を僕にこれからもどんどん届けてください。番組ハッシュタグはゆうた897、ゆうた897、メールはゆうた897@interfm.jp、ゆうた897@interfm.jp です。そしてですね、約1年10ヶ月ぶりとなる日本オリジナル作品ジャパンセカンドミニアルバム Loveholic のリリースまであと12日残っています。1年10ヶ月ぶりですよ皆さん。トラックリスト、特典イメージ公開、そしてファーストラブの先行配信と、徐々にね全貌が明らかになりつつありますが、この間皆さん公開した富士急のねティーザー映像見ましたか。僕もその公開された時に見たんですけど、懐かしかったですね。実はね前日 DTV の撮影で肝試しをしててですね、ジョンねすごい本当にお化け怖がってて、富士急のお化け屋敷大丈夫かなって思ってたんですけど、ジョン曰くね聞いてみたら富士急のお化け屋敷はメンバーと一緒だったら平気だったみたいです。また富士急にね撮影でメンバーと行ってみたいですね。それから抽選で当選された方とオンライントークを1対1で、できるのも楽しみですし、ティーザー映像も今日もね一つ公開されましたが、ファーストラブとはまたねガラリと違うイメージの、リード曲を、
イメージできるライティングでしたジャケット撮影だったり、ストレートに気持ちを伝える雰囲気のグッズの撮影だったりなど、思いが伝わってほしいなと僕ゆうたも切実に思っています。はい、皆さん1年10ヶ月ぶりということで、僕たちもねアルバムを準備しながらすごい意気込みだったり、みんなにもっともっと楽しくたNCT127 の色をねもっともっと日本の、僕たちをまだ知らないっていう方にも発信していけたらなと思って、この作品取り掛からせてもらいました。もうねすごいいいミュージックビデオだったりアルバムになっているので、皆さんぜひ期待してほしいなと思います。それでは来週もインター FM897 でお会いしましょう。金曜日夜11時になったら僕の部屋へまた遊びに来てください。 DJ は NCT127 のゆうたでした。それではいってらっしゃい。バイバイ。またね。You're my first love.